皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、シャキシャキコリコリとした食感が特徴のね、砂肝、砂ずりとかも言いますけどね、その砂肝を使ってめちゃくちゃ美味しいおつまみをね、作りたいと思います。そしてね、その食感を楽しむためにね、簡単にできる砂肝の下処理の方法も紹介しますんで、ぜひ最後まで見てください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら砂肝がね、だいたい 120g ぐらいです。つながった状態のが5つですね。めんつゆ大さじ2杯、チューブのおろしにんにく少々、一味唐辛子少々。材料は以上です。まずはね、砂肝の食感を楽しむために下処理からしていきますね。やっぱこの砂肝っていうのはね、こういうところね、この白くなっているところ、銀皮なんか呼ばれるんですが、ここがね非常に硬いのでね、取り除いていきます。まずはね、こういう2つつながってる状態で売られていることが多いので、半分に切り分けてください。はい、こんな状態ですね。そしてこのままの状態で取り除いてもいいんですが、やっぱりねちょっと大きすぎると食べにくかったりするんで、これをねさらにこの真ん中のところで半分にします。はい、こういう状態でね半分に分けてください。そしてね、ここですよ、この白くなっているところのちょうど色が濃いこの辺がむちゃくちゃ硬いんで、食べれないことはないんですが、丁寧にね取り除いた方が砂肝独特の食感をね楽しめて美味しく感じますんで、まずはこのね白い方をまな板にピタッとひっつけてください。はい、そうするとね、ここの部分ちょっと白いの出てるところがね分かると思うんですが、この部分が硬いので、この部分に包丁をちょっと乗せる感じですね。こういう感じで、そのまままな板の方に押さえつけながらね、こうギコギコと滑らしてください。はい、そうするとこのね銀皮の部分だけが取れて、こういう状態になります。これをね全て行います。このね、この白いところ、これが硬いのでまな板にひっつける。そうするとちょっと飛び出てますよね。ここに包丁を押し当てる。で、押し当てながらギコギコとスライスしていってください。はい、こうする感じでね、綺麗にこの白い部分だけが取り除くことができます。これをね全てやっていきます。はい、半分に切ります。白い部分を下に向ける。この硬いところがね飛び出てるので、包丁を押し当ててスライドさせる。これで取り除けますんで、もうたったこれだけ、これを取り除くだけでね、ほんとシャリシャリコリコリとしたいい感じの食感がね楽しめますんで、全てね取り除いていってください。こういうね余分ななんかブニョブニョした部分も取り除いておくとね、仕上がりの食感が良くなりますので、きれいに取り除くようにしてください。そしてね、この銀皮と呼ばれる部分食べれるんでね、残しといてください。はい、こんな感じでね白い部分しっかり全部取り除いてください。もうここまでできたらね、今回のおつまみはあっという間に作れますんでね、早速作っていきましょう。はい、まずはねフライパンの方に、オリーブオイルなんかをちょっと入れちゃってください。はい、全体になじませます。ここへねチューブのおろしにんにくも少し入れちゃいます。はい、この状態でちょっとね弱めの火で少しずつ温めながらにんにくの香りを出していきます。はい、ちょっとねにんにくがブツブツ言ってきて香りが立ち上ってきましたら、しっかり下処理しといたこのね砂肝を全て入れてください。あとはねちょっと適当に混ぜながらね全体的に火を通していきます。この時ね、この表面をフライパンに押し当てながらね少しこんがり焼くようにするとね香ばしくなっていいかと思います。
はい、砂肝のね、表面がある程度焼けましたらね、もうめんつゆ入れちゃってください。このめんつゆがね、ちょうど煮詰まってなくなるぐらいまで強火で一気に煮絡めます。はい、こんな感じです。もう煮汁の方がほとんどなくなって煮絡んだら OK、 火を止めてください。あとは仕上げにね、この一味唐辛子をもうお好みでパパパッとかけて全体的に混ぜて絡めたら完成なんで、盛り付けていきたいと思います。はい、これでね、シャキシャキ食感が最高の砂肝のにんにくめんつゆ炒め完成です。それでは今日もいただきます。これは最高のつまみ、間違いないわ。めちゃくちゃ食感がいいね、砂肝って。しかもね、硬いとこ取り除いといたんで、もうコリコリしてるとこばっかりでめちゃくちゃうまい。やっぱニンニクめんつゆ最高ですね。これはおすすめ、うまい。はい、そしてね、これさっき残しといた銀皮の部分ね、さっと湯がいてポン酢で和えました。これはこれでね、噛み応えがあってめちゃくちゃおつまみにいいんでね、砂肝最強のおつまみは思いますわ。うまい。もうこれだけあったらめちゃめちゃ飲めまんな。はい、ということでね、今回は砂肝の下処理ですね。楽しい美味しい食感をね、もう味わえるように丁寧にね取り除いて作る方法を紹介させていただきました。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。